はいどうも K です。今回は業務スーパーに売ってたミックスナッツで塩キャラメルナッツをね作っていこうと思います。あまりにもコスパ最強すぎるのでぜひ作ってみてください。というわけで作っていきましょう。はい、材料はこんな感じです。ミックスナッツ、グラニュー糖、水、バターだけですね。マジでクソ楽。レシピは概要欄の方にも書いておきます。じゃあ鍋に水とグラニュー糖を入れてひたすら火にかけて沸かしていきます。で、大体このぐらいに大きな泡がふつふつ湧き出して気持ちとろみがつくような状態になってきたら火を止めて一気にナッツを加えます。温度的には大体115度前後ぐらいがベストです。ほんでナッツを加えたらそこからひたすらゴムベラで混ぜていきます。木べらでもいいですよ。とにかく混ぜろ。混ぜ続けるんや。この段階でいわゆる砂糖の結晶化ってやつをやっていくんですけど、糖衣がけってやつですね。正直この工程挟まなくても塩キャラメルナッツは作れます。先に水とグラニュー糖をねもうキャラメルの色になるまでもう煮詰めまくって、そのキャラメルの色になってからナッツを入れて混ぜる。これの方が手間は楽だしすぐ作れます。でも個人的には先に砂糖の結晶化をさせといた方がナッツの周りにね膜ができて、比較的水分を吸いづらくなるんですよね。やししなしなになりづらくなる。仕上がりがカリカリになりやすくなるってことです。あと先にこうやってね砂糖でコーティングしておくことによって、この後キャラメリゼしていくんですけど、無駄なキャラメルがなくなるんですよね。要するにめちゃめちゃ効率よくキャラメルを絡ませることができます。ナッツ一粒一粒にしっかりね分厚いキャラメリゼのコーティングをねかけることができるんで、できればね個人的には糖衣がけを先にしてから火をかけてキャラメリゼしていくの方がいいかと思います。好きな方を選んでくれや。わしゃーどっちでもええで。余談になるんですけど、最近なんかね、お菓子作りの材料以外にも入れるんですけど、高くね全部さ、もう材料が高えんだよ。で、よくあるこういうナッツのキャラメリゼってさ、大体アーモンドとか、あとヘーゼルナッツとかが主流じゃん。でもさ、あいつらね、マジでアホみたいに高いのよ。あいつらさ、自分の高さ理解してないよね。そんなこんなでね、ナッツ系でね、コスパのいい、値段のいい、ちょうどいい材料はないものか、と考えたところ、この業務スーパーのミックスナッツ、なんと450g 入りで481円という破格の値段。しかもその中にね普通にアーモンドとか入ってますからね、全然全部ねアーモンドで締めるよりこっちの方がコスパよくねっていう感じでねこれを選んだんですね。あとこの業務スーパーのミックスナッツのいいところはね、すでに火入れがされてるってこと。これめっちゃ便利。一回ちょっとねオーブンで軽くねローストしとかないとやっぱ香りとかやっぱ出ないんでね、そっちの方がいいと思うんですけど、これのミックスナッツはねもう最初からもう袋を開けた段階で美味しく食べれるように作られてますので、別にオーブンで焼く必要ないですね正直。しかも最初からね塩気があるんですよこれ。普通にねおつまみとかで食べる系の多分ナッツなんで、しっかり味付いてるんでね、わざわざ作る段階でこっちからね塩を入れる必要ないです。だからこのちょうどいい塩気にキャラメルをかけることで、結果的に塩キャラメルナッツが出来上がるっていう感じのレシピですね今回は。はい、ほら見てください。結構で最初と比べるとかなり結晶化が進んでねっちょりねっちょりしてきたでしょ。でもこれじゃまだ甘い。どんどん混ぜていく。こっからが本番だぜ。だから最近さ、前の動画とその前の動画サムネなんか良くない？いやさすがにねもう今までのサムネがダサすぎたわということで、ホームセンター行ってきてね、1枚300円ぐらいの白い板と黒い板を買ってさ、安い軽いなんか発泡スチロールっぽい素材のやつを買って、ちょっとねボックスみたいな感じでガムテープでねちょっと作って、ちゃんと背景作ってサムネ撮ってるからね、頑張ってない俺ね、もっと褒めてよ。やっぱりね個人的にサムネはいろいろ考えた結果、simple is the best ということに気づいて、もう白文字しか入れないことにしましたわ。はい、大体こんな感じでね、ちょっと周りにしっかりと液体からちょっと固体に近づいてきてシャリシャリしてきたなと思ったら OK です。ここまで来たらさらにね火で加熱してキャラメリゼしていきます。じゃあ火にかけていこうか。はい、今いい感じにねちょっとずつキャラメルっぽい色になってきましたけど、まだまだいきます。レッツゴー。でこんな感じでねそこそこ色がついてきたらバターをね加えてあげましょう。バター加えることによって、風味が出るのはもちろんなんですけど、ナッツの粒一粒一粒がね離れやすくなるんですよ仕上がった時に。ここでね油脂を入れないと、仕上がった時にね一粒一粒離れさす作業が必要になるんですけど、その時にバターが入ってないとねガチッとくっついてなかなか離れないんですよね。なんでねバターは風味とかね味を良くするプラス作業性も良くなるので一石二鳥、入れないに越したことはないない。はい、かなり綺麗なキャラメル色になってきました。でこ
こら辺でいいですかね。ここら辺でちょっと上げましょうか。キャラメリゼが終わったらこのシルパッドにね全部ね上げていきましょう。もうシルパッドなんて持ったよお前、なめてんのかお前っていう人はね、クッキングシートどうかな、くっつくかな。なんかオーブンシートってやつが多分あると思うんですけど、それやったらまだねくっつかないと思います。ほんで一回ねゴムベラでナッツをねこうやってまんべんなく広げていって、一旦ね温度を下げていきましょう。まあできれば熱々のうちにねナッツをねねりねりして一粒ずつ剥がしてまとめていくっていう作業したいんですけど、熱すぎるとねマジで作業にならないんで、手のひらの皮膚全部なくなっちゃうんでね、熱すぎるのはちょっとやめましょう。ちょっと冷まします。まあやけどしない程度の温度まで下がったなって思ったらね、できればゴム手袋はあった方がええかな。まあこんな感じでね、ちょっと分厚めのゴム手袋をはめて、ナッツをね、サワサワして、にぎにぎして一粒ずつ離していきます。で、こうやって手のひらにね、こうやって手で掴める量を掴んで、手のひらでゴロゴロすり合わせるような感じでやってもろたら、まあナッツの温度下がりつつ、かつ一粒ずつね、離れてくれるんで、まあ、この作業をね、ひたすらやっていきます。まあこんな感じでね、一通り剥がれてきたんで、こんな感じで完成でございます。いや、これマジで美味しいよ、ほんまに。だから作り方もね、さっきみたいに、マジでね、全然難しくないんで、火にかけて混ぜる。で、冷まして練り練りする、これだけだ。というわけでこの動画は終わりになります。グッバイ。